うん。あ、ごめん。よいしょ。はい、ババンババンバンバ、アニバビバビバババンババンバンバ、アニババンババンババンバンバ、アニバビバビバババンババンバン。はい、ありがとうございます。耳忘れてきた。はい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、グレーのグーちゃん、画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくん、白黒のクータくん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。あ、カリカリ残してる。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。リタ、チャンス。な、もうみんな食べないみたいだから、まだちょこっとシーバー残ってるよ。ね、全部きれいに舐めればいいんじゃないのいいんじゃないのってな。ゆりたん、今日は諦めていっちゃったかな。全部ゆりたん食べな。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース。ゆりたん、ジャスティース。今日は塩入りの、水だよ。ちょっと塩下に沈んでるから全然塩の味しないな。後で飲み干すときにはしょっぱってことになるんだろうな。まあ暑くてさ、なんかもう暑くて暑くてなんか最近同じこと言ってると思うんだけどさ、かわいいな。お水に今、たまちゃんとぐーちゃんとマスやると、リータンはそんなところでおしっこをする機会
でもちゃんとシーツの上に座ってしてるのかい？いい子だな。なんか変なとこで最近ね、ゆうたんおしっこするようになっちゃったんだよね。でさ、これから冬に向けて、このこたつの中ににゃんこ詰まるからさ、そこでおしっこされるとあれだからと思って、おしっこシーツをさ、敷いてやったんだけど、なんかね、この中にあって、まだ汚れてないうちは結構みんな好んで乗っかるんだなっていうことが分かったんで、こりゃいいぞと思ってな、なんか新しく今日は買い足したんだけど、なんかもうね、その今まで使ってたやつ、もうなんかちょっと匂いすると使いたくないのかしらっていう感じでさ、ゆりたんがいろんなとこでおしっこをするようになっちゃってるからさ、だから新しく、次々とね、新しくしてやんないとダメなのかしらって思ったらさ、今日買い足したんだけど、なんか足りなかったかしらみたいな感じになってんな。はい。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ケンタマさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ、本日もしぶとーくやっておりますよ。ね、暑いって言ったんだよね。そう、暑くてさ、もうどうしたら心地よく入れんだろうかと思って。まあ、猫たちも落ち着かないというか、猫たちは割と落ち着いてるかな、寝てたかな。とにかく私がなんかどうしたら幸せになれるんだろうかと。なんかもう、どうしたらなんかもう納得するんだっていう感じで、なんかもう暑くてな、みたいなね、感じよ。な、はい。で、なんかアイスコーヒーっていう気分でもないんだけど、なんか冷たいものは飲みたいし、でも甘いものが飲みたいってわけではないし、なんか、で、お腹が空いてる気がするけれども、なんかパンっていう気分ではないんだけれども、今すぐ食べられるのはパンだし、で、なんか調理すればいいんだけど、今調理する気分でもないし、暑くてみたいな。なんかもうとにかく暑くて何していいのかわかんないみたいな感じになってたんだよね。ようやくあとは寝るだけだっていうところまで来た。暑くてな扇風機今2台回っておりますよっていうね感じですよ。で、窓を開けてね、開いてるんだけど、なんかラッチ、キッチンの方もさ、開けとくと、夜はね、変なのが入ってくると嫌なので閉めてな。だから夜は開いてないから、まあ開いてても風が今ないんだよね。ほんと夏みたいにさ、両方開いててもさ、全然風がないわけよ。だから、ね、涼しくなるわけじゃないんだけど、まあだからといって閉まってるとなんかいかにも暑いって感じなんで、しょうがないからやっぱ開けるかと思って開けるんだけどさ、なんとなくちょっといいかって思うけど、特にな、風が通るわけでもないんでさ、なんか暑いし、でさ、窓開けるとさ、あっちの窓開けるとさ、もう確実にすぐにハエ入ってくるのな。で、昨日もさ、やっぱりさ、窓を開けた瞬間、ファーってハエ入ってきて、おーいと思って。待ってたんかよ、お前は、みたいな感じの勢いで入ってきたから、はぁとかって思って、もううざいと思って。もう確実に開けるとハエが入ってくるんだよね。いや、来たよ、みたいなさ。で、夕方になるとさ、蚊に刺されてるわけ。もう毎日なんかルーティンになってて嫌みたいな感じでね。なんかハエはうちでブンブンしてるし、夕方になると私はここで蚊に刺されてるし、みたいなね。日々でございますよ。で、なんだっけな。今日は水曜日。あ、そう、水曜日だったな。水曜日で、今日はね、しゃぶしゃぶを食べに行ったわけよね。でね、中目黒なんかまあ行きづらいところなんで、普段は絶対行かないとこなんだけど、だから距離的にはそんなにさ、遠いわけではないはずなんだけど、まあ行きづらいんでね、どうすっかなみたいな感じで、バスを乗り継いで、
行ってきましたよってね、感じでございますよ。で、まあね、今日はしゃぶしゃぶだから、まあね、ランチなんで肉がそんなにいっぱいあるわけではなくて、野菜がいっぱいで、まあ平和な、ランチではあったんだけれども、なんかね、最近どうも外食しに行こうとすると、お腹が緩くなるわけよね。もうなんでなんだろうと思って、お腹が緩いんでさ、だからまあちょっとね、寄り道しようにも、いや、すぐにね、帰った方がいいかなみたいな感じで、特になんか寄り道せず、だから今、彼岸花の時期だからさ、なんか、あ、そうだ、公園かなんか探していけば、彼岸花見れっかななんて思ったんだけど、ね、全然そんな余裕なく、とんぼ返りっていうのかな、折り返して帰ってまいりましたっていう感じ。で、今日はさ、そのメルカリで売れたものが、午前中と午後と1個ずつあったんで、まあ、午前中に売れたやつは帰ってきてから、まあ、ローソン行ってポスト投函したんだけれども、いつもさ、最近はもっぱらローソンに行って、ポスト投函をするんだけどさ、もうほぼ毎日のように。でね、なんか、申し訳ねえなっていう感じ。ね、入り口、ピロリロリロンってなってさ、店員さんがさ、お客さん来たって思うわけじゃんか。お客さん来たって思うのに、私はいつもポスト投函するだけで帰るからさ、売り上げには全く貢献せずなんでさ、なんかね、ちょっと一日に何回も行くのはちょっと気が引けると思って、で、バスに乗ってる時にポスト発見したんだよね。で、あ、ここにポストあったのかと思って、で、まあ、うちからの距離で行くと、確かにね、そんなに遠くはないんだけど、そこに行きづらいわけよね。国道沿いなんでさ、道路の渡った向こう側にあるわけよ。で、道路の向こう側に渡るにはさ、横断歩道が、まあ、うちの目の前にあればさ、特にね、問題ないんだけど、あっちかこっちなわけよね。で、まあ、大概こっちの道路渡らない方のローソンに行ってポスト投函して、で、まあ、そこには横断歩道があるからね、横断歩道渡って、で、スーパーうろついて帰ってくるみたいな感じなんだけどさ、こっちはもう今日行っちゃったからなと思って。で、ポストを見つけたから、じゃあ、こっちのポスト行ってみるかと思ったんだけど、まあ、とにかく横断歩道がないからさ、まあ、うちからこの辺のところにポストがあったとしてもさ、横断歩道がすげえ向こうなんで、もうこんな大回りしていかなきゃいけなくて、で、そのポストの間、横断歩道とポストの間にまたローソンがあるわけよね。うん、だからそっちのローソンにポスト投函した方のが良かったんじゃないみたいな感じになるぐらいでね、結局あのポスト使えねえ。結局、あれダメだな、使えないな。発見したけど使えないなっていうことが、判明しましたっていう感じ。なんかその横断歩道を渡ってこう行く間に、普通に郵便局行って郵便局の前のポストに投函した方がね、多分良さそうみたいな感じでな。せっかくポスト発見したけれども、使えなかったよっていうことが、判明いたしました。はい、何の話でしょうか。てんたまさん、しゃぶしゃぶ、ゆるゆるそう、ゆるゆる。なんか最近どうもね、外食しに行こうとすると、なぜかお腹がゆるいのがなんでなんだろうっていうのがね、さっぱり原因不明なんだよね。ね何かしら体が訴えてきてるんだろうな、きっとな。まあだからそんな野菜ばっかで、で、野菜もなんかね、有機野菜とか書かれてたから、そんなに悪いもんではなさそうだったんでね。まあランチ的には、食べ物的にはね、ちょうどいい感じだったんだけど、お店がね、なんかね、人手不足っぽい感じっていうのかな。まあね、混ん
でるといえば混んでる。私は大概、ね、ランチの時間ちょっと外してっていうのかな。ね、もう少し人が、少なくなってきたぐらいの時間帯、だからといってあんまりギリギリにさ、行くとさ、なんか、ラストオーダーですとか最近言われるからさ、それはちょっとみたいな感じなんで、ラストオーダーになるちょっと前ぐらいに予約していくんだけど、それでも全然私の後にも続々人が来るくらいでさ、あれと思って、ね、そんなランチの時間ってなんか長かったっけって思うぐらいね、続々と後からも人が来るくらいなんで、まあ人気といえば人気なのかもしれないけど、ただ店もそんな広くなかったわけよね。だからそんな広くないんで、席数もね、まあそんなにはないっていうのかな。だと思うんだけど、できてるものもなんか中国人の団体とかさ、なんかそんな感じでね。で、ね、だから空いてるんだよね、人どんどん来るっちゃ来るけど、満席っていうわけではないんだよ。満席っていうわけではなくて、席もちらほら空いてるし、だけど全然回ってない感じなのね。もう水もなくて。水もなくて、で、中国人の人が、まあね、お水なくて困ってる感じだったんだけど、だからあれかな、日本語喋れないから店員さんに言えなくて、水がずっと補充されてないのかなと思って、で、店員さんにすいません、水ないんですけどっていうふうに言ったら、あ、今やってますみたいな感じだったんでさ、あ、ずっとやってんのかと思って、全然水が補充されないんだけどっていうぐらいに、回ってなくて、みたいなね。なんかちょっとそこが残念だったね。味はまあ、ね、美味しかったっていうのかな。で、店員さんもまあね、親切な感じなんで、いいんだけど、とにかくね、全然回ってないっていうの、なんかほぼセルフサービスみたいな感じなんで。だからしゃぶしゃぶだからさ、調理するわけでもないじゃんか。ただ、ね、肉と野菜どんどんって運んでってさ、で、オーダー取ってぐらいじゃん。で、水は自分でセルフだし、お茶も自分でセルフだし、で、しゃぶしゃぶにつけるタレもね、なんかいっぱい種類あるんで、自分の好きなの取ってきてちょうっていう感じなんでさ、タレ取ってくんのもセルフだし、みたいな。で、出汁がさ、そんなんでさ、なかなか水がないんで、食べられないんで、ね、で、出汁だけさっさと来てさ、火にかけちゃってるんで、どん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 蒸発していっちゃってさ、でね、もう汁なくなっちゃって、なんかすっごい浅い鍋に少ししか入ってないんでさ、もう、蒸発しちゃって、で、この汁どうしたらいいんだろうなと思って聞こうにもさ、とにかく店員さんが何人につけ、捕まえることができないわけよね。で、しょうがないと思って、そのタレ置き場のところになんかポットがあるから、あれ出汁ってことかなと思って見に行ってさ、まあ、それっぽい感じだったんだけど、なんかコラーゲンなんとかって書かれて、これいいのかな、入れてと思って。でもしょうがないよね。これで多分合ってるよねと思って、もう全然ないからひっからびちゃってるから、しゃぶしゃぶできないんでね。で、それを足したんだけどさ、なんかね、やっぱりね、臭い。コラーゲンなんとかってなんだろうみたいな。まあ、豚の背脂的な、なんかそういう動物性の何かしらの汁だったんだろうね、みたいな感じなんで。で、私が頼んでたのは昆布だしかなんかの、汁だったんでね、全然匂いが違うんでさ、なんか急にね、臭いみたいな感じでさ、って思ったんだけど、で、帰り際にね、何だったんだろうと思って見に行ったらさ、また別のだし汁もあって、なんだ、あったと思ってね、だからこれが欲しかったのになかったな、みたいな感じでさ、まあ、とにかく、なんだろう、回ってない感じ。で、隣の席の人の食べた後の残骸っていうのかな、があって、で、だいぶしばらく経ってから片付けたんだけども、
なんかね、おしぼりとかさ、あとお箸とか、あとコップとか、なんかね、私の席の方にやられててさ、片付いてないんだけどみたいな。なんかね、なんか働いてる人は、多分今日の店はね、みんな日本人だったっぽい感じなんだよね。外国人じゃなくてね。日本人だったっぽい感じなんだけど、まあ、とにかくなんだろう、この店の規模数と、あと今いるお客さんの数と、で、店員さんの人数とっていう感じの割合で見ると、なんか十分そうな感じがするのに、まあ、全然回ってないねっていう感じだったんだよね。だから、なんかしらのお店のシステムがなんかダメなんだろうねっていうね、感じだったな。それがちょっと残念でしたっていう、今日のお店の、情報でございました。ね、てんたまさん。田舎だと横断歩道なくても、お年寄りが渡ってますね。ああね、それが、まあ、暗黙の了解になってるからね、車とか、そういう人たちもね、気をつけて、ね、止まるようにとかしてるんだろうけど、まあ、国道なんでさ、もう、ガンガン車走ってっから全然渡れないんだよねっていう感じね。まあ、それこそ早朝とかだったら、まあ、車少ないんで、なんか渡れっかな、渡れっかな、みたいな感じはあるんだけど、だから車少ないんでね、そういう時ってね、すっげえスピード出して走ってくる車とかもいるんでね、なんか、うかつにやっぱりね、横断できないんだよね。だからなんか、なかなか横断できないんだけど、今日はその帰りね、そのポストダメだな、遠すぎんなと思った帰りに、渡ってる人いたわけよ。で、渡ってる人いるから大丈夫だと思って、それについてって、それについてって今日は渡って帰ってきたけど、あっという間だったな。道路だから、うちの前を横断できるとね、すげえあっという間なんだよね、どこもかしこもね。てんたまさん、そこ渡るんかいってね、そうそうそう。だから、バス、最近だからさ、バスもさ、今日もバス乗ったのでさ、思ったんだけどさ、まあ、年寄りばっかりよね、ほんとね。ほんと年寄りばっかりなんで、で、そのバス乗る時もさ、なんか待ってる間はそんなわかんないじゃんか、この人がそんな歩くの遅いっていうのさ。普通にね、普通の人が普通にバス待ってるんかなと思って、まあ、その次に乗ろうかなと思いきやさ、もう全然ヨタヨタでさ、とかって思って、なんかすっごいバス乗るまでにすっげえ時間がかかって、そうなんだ、みたいな感じでね。なんかそんな人ばっかりね、最近ね、もうほんとヨタヨタしてる人ばっかりなんでね、もうしょうがないかっていう感じだよな。てんたまさん、チェーン店ですか？そうそうそう。なんかね、チェーン店っぽい感じだったんでさ、だからみんな知ってるお店なのかと思って、だからそういうところ行くといいのかなと思ったらさ、なんかね、全国で4店舗ぐらいあるお店らしくて、で、東京に渋谷と、その中目黒と、あとどこだ、北海道と、どっかとみたいな。なんかそんな感じだったかなみたいなお店だね。チェーン店っていうのかなっていうのかね。てんたまさん、水ないのきついそうそうで、水もね、なんか野菜とかいろいろ入ってるさ、お水で、なんか新鮮な感じでな、なんか美味しい感じではあったんだけど、まあ、とにかく水すらも全然補充されないぐらい。どうしちゃったのっていうね、感じだったな。てんたまさん、こちら4月からバスの本数が3分の2になって、いつも満員です。そうか、そういうのもあるかね。本数少なくなっちゃってね。まあ人口も減っていくかもしんないけど、
減ってるかもしれないけど、それ以上にそういうさ、運転手不足とかさ、なんかね、労働基準かなんかとかさ、なんかいろいろでな、なんかもう、そう、なんか満員だよね。本当に本当になんだ、少子化なんですかとかさ、思うぐらい人いっぱいいるよな。で、ね、見た目普通なのに結構歩き方ヨタヨタっていうのかな。そういう人多いんだよね。でね、なんかまあ、ヨタヨタってわけではないんだけどさ、そのバスの乗り継ぎっていうのが結構距離あってさ、歩かなきゃいけないところだったんだよね。で、歩くなと思って、で、乗り継ぎの時間、そんなさ、なんか電車みたいな感覚っていうの電車だったらまあ、こんくらいの時間あればね、乗り継ぎできるかなっていう感じなんだけどさ、まあ、電車の場合はホームね、変えてぐらいな感じなんでさ。だけどバスだとさ、すげえ距離歩かなきゃならんからさ、なんかみたいな感じで、バス全然来なかったわけよ、やっぱりね。そんなんだからさ、乗り込むのよとやった待つみたいな感じなんで、まあね、結構遅延するっていうのかな。バス結構遅れるのが、最近はもうね、もっぱら普通になってきちゃってさ。で、やっぱりだいぶ遅れて到着したんで、いや、これ次のバスもね、合わせてね、遅れてくれるとかいうことがあればいいけど、そうでないと、これ乗れないんだけどなって思って。ちょっとヒヤヒヤ状態な、感じでな。で、乗り継ぎ。で、まあね、バス、ギリギリ乗れたんでね、走ってって、あ、来てると思って走ってって、で、まあ乗れたんで、セーフみたいな感じだったけどさ、そうだから平日のさ、そんな昼間からっていうのなんかすごいいっぱい乗ってるしさ、そうで、その乗り継ぎの間、なんか、乗り継ぎの間じゃないか、外歩ってる時かな、普通にな。もうさ、まあ、10月だからね、衣替えっていう意味であれば、男性スーツ着てても、まあ、おかしくないっちゃおかしくないけどさ、とにかく今日すげえ暑かったわけよね。もうほんと夏みたいな日だったんで、暑かったんでさ、ねえ、なのにさ、なんか男性なのに長袖のスーツ着てさ、で、日向、全然日陰ないところさ、まあ、コンビニ袋かなんか持って、歩ってるんだけれども、ねえ、なんか歩幅がさ、すごい狭いわけよ。なんか女性よりも歩幅狭いんじゃないかっていうぐらいの歩幅で歩くんでさ、なんか、まあいいんだけどね、別にね、どんな歩き方しようが、どんな格好しようがさ、いいんだけどね、なんか暑くないのかなって思っちゃって、ほら、女性よりも男性の方のがさ、暑がりっていうのじゃないで、今日なんか暑いのにさ、で日陰もないところさ、ね、そんな厚着で、しかもほら、歩幅がね、なんだ、短いっていうのだからさ、すっごいゆっくりだからさ、暑くないのかなっていうのがもう気になっちゃってみたいなね、そんな感じでした。はい。ていうともさん、しゃぶしゃぶだけに店員さんも、渋々働いてるんですね。そう、ちょっと渋々っぽい人もいたね。結構ほら、外国人の方のがさ、その、サービス精神がいいっていうのかな。良かったりとかするよね。日本語が通じないときはちょっと不便を感じるときはあるんだけれども、でもその、なんだ、サービス的にはね、結構外国人の方がさ、しっかりね、働いてたりとかするんだけどさ、で、日本人だとちょっと渋々働いてる人も時々いるよなっていう感じなんだけど、まあ、2人ぐらいそんな感じの人がいたかなっていう感じだったんだよね。全部で5、6人いたっぽいんだよね、店員さんね。だからそんだけの規模のお店で5、6人もいたらだいぶ十分だと思うんだけどさ、
なんか全然回ってなかったのが、なんかが多分おかしいんだろうねっていう感じだったよね。てったらさん、まだまだ暑いですね。今日は本当さ、30度とかのさ、暑い日だったから、まあ、ただ帰りは台風なのかな。風がすごい強かったんだよね。風強いなっていう感じだったんでね。まあ、暑いんで風気持ちいいのはいいんだけど、にしたってさ、ちょっと今度は強すぎるよみたいなさ、もう中間はないのか。ちょうどいい風はないのかっていうね、感じだったよな。で、帰ってきてから、そう、帰ってきてから、そうだ、今日農協行ってなかったわと思ってさ、帰り農協寄ったんだよね。で、今日はなんかね、さつまいもが1本200円とかだったかな。で、まあ、でっかいんだけどね。でっかいさつまいもでもさ、なんだ、美味しくなさそうっていうのかな、あんまりでっかいのってさ。やっぱりほどほどの大きさだとね、食べやすいし美味しそうかなと思うんだけどさ、あんまりでかくてもね、で、形もいびつでさ、なんかちょっと扱いづらいし、なんか美味しくなさそうだし、で、1本で200円もするのとかさ、思ってだから、って思ったんだけれども、でね、ちっちゃいのが1本100円のやつがあったわけよね。いや、ちっちゃいなと思ったんだけど、ただ最近そのちっちゃいサイズさ、スーパーでもさ、150円以上、消費税込みで、まあ、200円近くしたりとかするから、まあ、それ考えたらね、確かにこれ100円だったら、まあ、安いのかもしれないねと思って、で、最初それ買おうかなって思ったんだけど、なんと、ちっこいの、2つで100円とかいうのもあってさ、お、これだったらちょっとおまけ付きでいいじゃないか、みたいなね。今日は農協で、さつまいもを買ってまいりましたって感じ。てったまさん、さつまいもももう少し涼しくならないと甘さが増さないでしょうね。なんかね、そんな感じするよね。わかんないけど。まあ、熟成させとけば、置いとけば甘くなるもんなのかもしれないけどね。なんかついついあるとね、使っちまうんでさ、なかなか取っておくっていうことができないんでね。1週間か2週間ぐらい置いとけば甘くなってくるのかもしれないけど、今の時期ね、そう取れたのってどうなんだろうと思って置いといたところで味変わんなそうな、なんとなくそんな感じがしてさ、なんとなく美味しそうだなっていう感じにならないんでさ。ね、で、そうで、あとは、その、なんだ、と、郵便局じゃなくて、ローソンにな、ポスト投函しに行ったついでに、今日もまたさ、道路渡って、スーパー行ってきたわけよね。で、今日はなんかないかな、今日こそなんかないかなと思って行ったんだけども、まあ見切り品のコーナーがなかったんで、今日はないかと思ったんだけどさ。で、フルーツのところを見てたわけよね。フルーツのところを見てたらば、山形県、秋田県だっけのプラム、すももっていうのかな。プラムが半額になってたんだよね。半額シール貼られて、半額発見と思って、これは、これは買うでしょうと思って、まずそれを掴んでな。で、その後、まあ、うろうろしてたんだけども、そしたらね、平飼い卵がね、20%引きのシール貼られてたんだよね。で、ちょうど今、卵なかったし。で、ここだとその平飼いの卵がさ、イオンだと、もうちょい安くって、で、そこだとね、300円超えるんでさ、
やや高めだよなっていうのがあって、まあ、だったらイオンに行った方がいいかって思ってたんだけれども、20%引きになってたら、まあ、値段変わらないっていうか、ちょっと安いぐらいなんで、卵発見と思って卵買って、で、今日は帰ってきましたかねっていうね、感じだったかな。なんか、あと買った気がしたけど、あ、さっきか。さっきスーパー行って、どうしようかなと思ってな。はんぺんとアサリを買ってきたんだよね。こんな感じ。えーっと、でもさ、さつまいも農家は収穫を終えて、土を、落とさず貯蔵してますね。そうそうそうね、そう、置いとくと美味しくなるんだよね。天山さん、気温が18度を切ったあたりから食べ頃です。なるほどね。ねえ、なんかまださ、暑いからさ、全然、焼き芋っていう気分にもならないっていうの。まあ、最近冷やし焼き芋っていうのがあるから、それだったらまあいいけどね、普通になんか焼き芋っていう気分でもないしさっていうね、感じよね。はい。話のネタがないですな。てんたまさんが頑張ってコメントしてくれてるけれども、話のネタがなくって。そうでさ、最近思ったのがさ、スーパーでさ、なんだっけ、カップ麺もさ、なんかやたらでかいのよね。で、まあほら、ポジティブなことしか言わないからさ、なんだっけ、なんかがっつり食べるとか、なんか量みたいなこと書かれてんだけどさ、なんかたっぷり2人前とかって書かれてんだけどさ、いや、カップ麺2人前からしかね、買えない時代になったのかと。カップ麺すらお一人様は食べれない時代になったのかと思ってな。なんかもう、お一人様に風当たりが強すぎるよって思ってな。なんかもう悲しくな、悲しくなったよ。ね、なんか最近やたらカップ麺でかくなったよなと思ったんだけどさ、またさらにでけえの売ってんなと思って、よくよく見たわけよね。そしたらなんかたっぷり2人前とかって書かれて、おい、2人前なのか、そりゃでけえわと思ったけどさ、いや、一人でカップ麺食べることもできない時代になったんだ。なんだよ、みたいなね、感じよね。なんでこんなことになっちゃったんかね。てたまさん、カップ麺食べられます？食べられますよ。食べられますけど、まあ、あんまり食べないようにしてるっていうだけだよね。時々無性に食べたくなる時もあるんで、まあ、そういう時別に普通に、食べますけど、ただそんなに食べたくなることもそうそうないかなっていうのとさ、あと食べた後に具合悪くなるっていうのを覚えると、なんかあんまり食べたくなるっていうのかな。まあ、カップ麺で具合悪くなるっていうのはそんなに、なかったけどな。最近はだから、そのコンビニ弁当っていうの、お惣菜の弁当を食べると、だいたい具合悪くなるなっていうのを、もう、覚えてきたんで、あんまり食べたいっていう気分にも、最近はならなくなってきたな。まいさん、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとークやっておりますよ。てんたまさん、ファミマの、缶、えー、玉木に系の家系カップ麺、ちょっと高いけど美味しいですよ。そうなんだ、高いんだね。やっぱり高いんだな。てんたまさん、まいさん、こんばんは。そういえば、
そのバス乗り場をさ、探してうろついてた時にさ、だいぶそのあたりが、まあ、昔働いてた職場のあたりなんだけどさ、もう全然取り壊しになって、で、工事してたんだけど、ただそれももうすっかり終わってね、しっかり新しい建物が建ってたわけよね。で、新しい建物がもう出来上がってた。ね、なんかもう変わってたなっていうね、感じだったんだけど、そこの近くに、二郎じゃなくて、太郎ラーメンだったかな。パクリだね、みたいなね。パクリだなっていうラーメン屋があって、で、ニンニク入れましょうって書いてあるわけよ。余計なお世話じゃん、みたいなね。ニンニクは私は胃が痛くなるから食えんのじゃって言うんだよな。ニンニクは別に嫌いなわけではないけれども、生のニンニクは胃が痛くなるから食べんのじゃっていうのにさ、ニンニク入れましょうとか書いてあるわけよ、看板にさ。太郎系ラーメンとか書いてあったかな。パクリだね、みたいなのをね、今日発見しました。と、あとは、なんだっけな、高いけどな。2人前だから、いくらすんだろうね。カップ麺でだからそんな払いたくないよ、みたいな。まあ、100円ぐらいだったらいいけれどもさ、ね、2人前だから250円とかさ、なんかそんくらいで売ってるわけでしょ、多分さ。ね、カップ麺にそんな払いたくないよ、とか思ってな。カニタンさん、ヨッシーが、サブローラーメンあると言ってます。サブローラーメンか。サブローラーメンってあるわかんない。調べたらあるかもしんないよね。世の中にはいろんな、なんでそんな名前なのっていうお店いっぱいあるからな。だから多分あるとは思うけどね。それかもう本当に三郎さんがやってるラーメン屋とかもあるだろうからね。これはいいぞって三郎ラーメンって名前つけてるかもしれないしね。あんじゃねえの。で、その看板のさ、ラーメンの写真が、いや、二郎系ラーメンっぽい感じだったんだよね。で、二郎系ラーメンなのかななんていう感じでさ、うっすら見てたら、太郎二郎じゃねえと思ってさ、パクリかってそこで思ってさ、で、下にニンニク入れましょうって書いてあったから、これ絶対パクリのやつだっていうのがね、あったんだよね。まあね、そうやってさ、遊び心があって楽しんでやってるお店っていうのは、まあいいよな。ちょっとね、入りたくなっちゃう感じだもんね。まあさ麺屋、三郎ラーメンってあるらしいですね。そうなんだね。まえさん、今、巷で話題のラーメン屋、ラーメン花子さんってどんなラーメン屋？へえ、そうなんだ。巷で話題なんだ。知らなかったな。カニタンさんあるんだね。なんか、サブローラーメンはなんかありそうな気がするけど、ラーメン、花子。この時間ネットつながないんだよ。ラーメン、花子。どうだ？つながれ。つながらない。どうだ？ラーメン花子。どこにあるんだ？ラーメン花子。食べ歩き。千葉。ラーメン花子。二日市二郎系っぽいのか。ラーメン花子。豚骨100%。糸島野口太郎ラーメン。心斎橋、大阪かな。全粒粉を配合した、中細ストレート麺か。縮れ麺が好きなんだけどな。つくしの市
筑紫野市っていうのもなんか大阪っぽい感じするけど、福岡でもあのラーメンを文化に、二日市初、女性も喜ぶ、男性が多い二郎系を子供や女性にも体験していただきたい。あ、それで花子っていう名前なんだ。二郎じゃなくてな。で、出てくるラーメンは、その二郎系ラーメンみたいなやつってことか。で、店内もだから女性が入りやすい感じにしてるよっていうことなんだろうね。8月3日、7月にオープンした、二郎系ラーメン、って書いてあるね。ニンニクはすべて花丸、マシマシ。じゃあニンニクは絶対入れるってことなのか。ペロッコラーメン、ラーメンの始祖は誰ですか？ラーメンを考えた人は誰ですか？ラーメン花子、ね、どこだか書いてないけど、まあ、二日市っていうところにあんのかな。はい。えーカレーの花子さん、大田区のレストラン。知らなかった。いろんなの出てくるな。書いたさん、花子、まいさん、大喜利です。てんたさん、花子、いろんなとこにありますね。あ、そうなのね。全部、系統の違う店。へえ、そうなんだ。最近ラーメンも1000円以上が当たり前になってきたので、そう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 。なかなか食べないですね。そうなんだよ。ね、なんか1000円出すんだったら他のもの食べれんでしょって思っちゃうと、なんかなかなかラーメンは食べないかなっていう感じだよな。ね、もうほんと1000円以上当たり前になっちゃってるからね。ラーメンが高いかなっていう感じ、他の食べ物に比べてな。だから1000円出せばさ、1000円以上出したらね、定食食べれるでしょって思うと、なんかね、ラーメンじゃなーみたいな気になっちゃうんでさ、あとなんだったかな、なんか話。なんか話あったっけな。で、さっきも暑くてさ、もう暑くてどうしたら幸せになるんだ、これ私はと思って。で、買ってきた、プラム、さっき調べたわけよ。最近、フルーツをさ、なんだ、冷凍させるのに、なんかハマってるっぽいんでさ、柿をさっき、マイバスで買ってきたんだ。1個。30%引きのシール貼られてたのがあったんで、柿にシール貼られてる、やったーと思ってさ、買ってきたんだよね。で、まあ、柿は追熟するフルーツですと。だから常温に置いとけば追熟するよっていうことだったので、じゃあちょっと置いとこうと思って、まあ食べちゃうかもしれないけど、常温に置いとけばっていうことだったんで、常温でちょっと置いとこうと思って置いといて、で、まあ、プラムの方はね、冷蔵のところに置かれてたんで、じゃあ冷蔵庫入れとこうかと思って冷蔵庫に入れといたわけよね。で、今日はさ、朝暑くって冷凍の梨はさ、食べちゃったわけよね。で、梨は今日もう食べちゃったからなと思って、どうしようと思ってな。で、そうだ、プラム買ってきたから、プラム食べちゃえと思って。最初は冷凍しようと思ったわけど、調べたらそのプラムは冷凍できますって書いてあったんでさ、おうと思って。でね、そのプラムの冷凍する準備してる動画も見たわけよね。なんか、ウェブを見ると、まあ、水っぽくなるからだったかな。丸ごと冷凍するのがおすすめですって書いてあったんだけど、ただ、動画を見ると食べやすいように種取ってね、で、細かくね、一口大に切って、で、冷凍しようとしてたんだよね。で、ねやっぱそうだよねと思って、丸ごとはまあね、いいんだけど楽で。食べようとした時にね、解凍しちゃうとあんまりあれだから、
半解凍ぐらいな感じで食べるといいよみたいなこと書かれてたんで、いや、でもそうするとほら、種があるからね、食べにくいよねっていうのでさ、なんか冷凍するんだったら、まあ、柿はね、すくって食べれるけれども、プラムはね、そうはいかないんでさ、種あるからさ、ね、一口大にしたいとこだけど、どうなんだろうと思ったら、そうやってやってる人がいたんで、そうしようかなと思って、ただ今やる気しないんで、今やる気しないんでね、明日かなんかにしようなんて思ってたんだけど、いや、ちょうど冷えてるし、もうこれ食べちゃえと思ってさ、1個食べてみたわけよね。そしたらさ、もうめっちゃくちゃうまくて、いや、なんだこれ、うまーと思って、いや、これ買ってよかったなと思って、いや、よかったなって。で、まあ、よく冷えてるしさ、ね、いや、うまかったわけよね。で、分かった、もう一個食べちゃおう。もう一個食べちゃおうと思って、もう一個食べてね、すっかりその時は涼しくなって、あの、幸せでになってよかった。その瞬間は幸せになってよかったんだけど、結局また暑いしね、みたいなね、感じでな。はい。で、たまさん、そういえば、プラム食べたことないですね。そう、なんだっけ、そのプラムのさ、干してる、あれ、あるじゃん。ドライフルーツのプルーンじゃない、生のプラムはね、結構大きくなるまで食べたことなかったけどさ、それじゃなくて、その国産のプラムは、すもものことらしいんだよね。その見た目がやっぱりね、全然違うんで。プラムって書かれてたからプラムって言ったんだけど、で、プラムは冷凍できるのかなって思って調べてた時に、プラム、プラム、かっこすももって書いてあったんで、で、やっぱりなんだっけ、山形県産だか、秋田県産だか同じだったんで、あ、産地はここなんだなって思ってって書かれてたんでさ、国産だとプラムってすもものことを言うんだと思ってさ、ね、ドライフルーツのあれだと、ね、プラム、あれもプラムっていうような、なんかね、違うものになるんだなと思って、同じ呼び名だけどね。手玉さん美味しいのか、そう、めっちゃうまかった。めっちゃうまくてお幸せになったぞ、よかったぞ、と思ってな。センターさん、夢中になっちゃう美味しさそう。もう1個食べて、まあ十分幸せではあったんだけど、いや、もうこれね、もう1個食べちゃうと思って。もう1個食べたらすっかり涼しくなってね、よかったよ。だから本当だったらうちにアイスがあったら、もうアイス食べちゃおうっていうテンションだったんだけど、まあアイスないしさ。で、今、じゃあアイス買いに行くかっつったらさ、なんか食べたいアイス売ってないんだよね。だから結局行ってもね、食べたいのがなくて手ぶらで帰るみたいなことになるのが分かってたんで、いや、なんかアイスがあったらアイス食べたい気分だけど、どうしたらいいんだと思ってたんだけど、その冷えたプラグでな、ちょっと涼しくなって、幸せになりました。てんたまさん、冷凍ご飯でチャーハン作って食べたので、冷たいフルーツ食べたいですね。ね、今暑いからやっぱり冷たいフルーツがいいよね。ただそんなこと言ってて、ガンガン冷凍フルーツ作ったところで急に寒くなったりしてな。もう全然食べたい気分じゃないとかいうことになりそうよね。そうだから今日さ、朝普通にいつも通りお湯を沸かしたわけよね。朝のコーヒーのつもりでさ。だけどもう暑くて、いや、なんかちょっとホットのコーヒー飲みたいっていう気分じゃねえわと思って、結局アイスコーヒーにしたので、ポットにお湯が残ったまんまだなっていう感じなんだよね。てんたまさん、戻りガツオの季節になったので、高知に行きたい。いいね。まあ
ね、手玉さんとこだったら高知は、まあ行こうと思えば行ける距離だろうからね、いいな。行こうとしたらちょっとね、覚悟が、覚悟が必要だな。はい、というわけで、突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。では、いきますよ。せーの。おー、よかった。よかった。行かないですけどね。行かねえんかい。じゃあ、引き寄せんだな。高知の戻りガツオをね、引き寄せでゲットしてくれ。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスタチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。この姿が物足りなかったよって方はこのチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。なわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。